AGA 治療実際にやったらどうなるのというのを私自身の実体験を含めて変化であったり副作用について具体的にご紹介していきたいと思います。マジで増えました。それでは行きましょう。はい、ということで皆さんいつもご視聴いただきありがとうございます。車は城好きチャンネルです。今回は車の見学とか試乗ではなくて番外編でお届けしている私自身の AGA の治療体験のまとめであったり、どのように変化していったか、どんな副作用が実際あったかっていうのをもうですね、包み隠さず具体的にご紹介したいと思います。 AGA であったり薄毛治療、抜け毛治療気になっている方はぜひ最後までご覧ください。先にですね、結果をお伝えしておきますと、最初の写真でお見せしたように私自身も実感できるぐらい本当に増えたんですよね。これ本当すごいなと思いました。いや嬉しいなっていうのもあるんですけど、私自身はですね現在40半ば、45前後ということで年齢そのぐらいなんですが、結構ですね30代後半ぐらいから抜け毛がすんごい気になってきたというのがあります。写真でこちらをお見せしますけれども、このようにですね髪を乾かすたびにこんなに抜けてっちゃうんですね。もうほんとショックでどんどん俺の髪の毛が減っていくみたいな感じで、なので今回自分の頭でちょっと AGA 実体験、レポート的にやってみようということで、過去の動画でもご紹介してるんですけど、やってみましたと。まずですね、私の具体的な紹介で言うと、始めたのが2024年の1月からですね。そして現在までということで約10ヶ月経った状態になります。最初の写真がこちらで、そして現在の写真が、こちらですね。このように変化しているということで、もう毛量が違うかなと思いますよね。頭の上から見た時に毛がもう密度が変わったなという実感がありますし、見た目でも、そして頭を自分で触っても分かるということになります。まずこれが一つ結果として出ているかなと思いますね。そして具体的なご紹介ですと、私はですね、DMM のオンラインクリニックっていう AGA 治療のクリニックを選んでみました。いろんなクリニックあると思いますので、クリニックの選び方であったりっていうよりもですね、どんな薬を使うかっていうのを私は気にしたということになりますね。ではどんな薬を使ったかってことですよね。私はですね、発毛促進のミノキシジルの錠剤っていうやつと、抜け毛防止のフィナステリドっていうやつの錠剤の2つ、あとはですね、育毛の補助となるサプリメントっていうこの3つの組み合わせをやってみましたということになります。国産の薬と海外産の薬っていうのがあるんですよね。で、私が試したのは、国産の薬の方です。で、6ヶ月コースというのを選びました。価格については35,000円でしたね。この時は2ヶ月無料キャンペーンというのをやっていたので、4ヶ月の値段で35,000円だったというふうに捉えていいと思います。そして治療を開始するわけですけれども、こちらの薬ですね、毎日飲むんですけれども、最初に変化が訪れるのは1ヶ月ぐらい経った頃だったと思いますけれども、髪が増えるどころかですね、抜け毛がめちゃくちゃ増えるんですよね。これは本当にびっくりしました。最初の診断の時に言われていたんですけれども、本当に増えるんですよね。これ写真今出していますけれども、このぐらい増えました。そしてその抜け毛が増えちゃったっていうのを我慢してさらに薬を飲み続けることによって、今度は抜け毛が全くなくなっていきました。そしてですね、さらにその先2ヶ月以上経った時からですね、体のいろんな場所の毛が長くなる、もしくは伸びるのが早くなるというのを実感してきます。例えば腕の毛であったりすね毛であったり、あとはひげとかですね、それがですね長かったり濃くなったり伸びるのが早くなったりっていうのを実感します。まだ髪の毛増えないのかよっていうのはあるんですけど、さらにですね、そのさらに先3ヶ月目以降になってくると、今度はですね髪の毛の毛量が増えてきたなって実感できるようになるんですね。ここまで来るとだいたい薬を飲むのも習慣化しているので、
もう毎日飲むのは苦じゃなくてですね、もうルーチンと化していると思いますし、増えてきた実感があるので楽しくて飲むようになっていると思います。そしてさらにですね、ここら辺からいろんな体の毛が伸びるっていう副作用を話しましたけど、もう一つ副作用を実感するようになるんですね。それがですね、性欲が落ちてくるというやつです。これ皆さん男性であれば結構重要なことだと思うので、お気になると思うので、私の場合ですけれども、何日か経つとですね、男性であれば分かると思うんですが、溜まってくると思うんですよね。その間隔、日数が伸びてきたなっていうのがあります。あとは溜まってくると集中力が乱れたりとか、解消しないといても立ってもいられないっていうのが落ちてくるというか落ち着いてくる感じがありますね。なので完全に例えば、機能不全になるとか完全にゼロになるっていうわけじゃないんですけれども、その感覚が伸びるっていうのと、その影響が弱くなるっていう変化が私には訪れました。ここもですね、男性にとって大事なところだと思いますので、きちんと私の実体験をリアルにお伝えしたところになります。そしてですね、もう5ヶ月6ヶ月目になってくると髪の毛が本当に増えてきたなっていうのが実感できてですね、かなり自分の気持ちが沈むようなこともないですし、抜け毛を気にするようなこともなくて、自分の気持ちが非常に安定してくるっていうのは感じられましたね。はい、ということでここまでですね、私が実際に AGA の実体験をやってみて分かったこと、そして副作用などについてリアルにまとめてみました。もしですね、抜け毛が増えてきたなとか、すでに髪の毛のボリュームが少なくなってきたので AGA に興味がある、気になるという方のご参考になれば本当に嬉しいなと思います。はい、あとですね、私は専門家ではないんですけれども、ご質問とかありましたらですね、実際にやってみた私の経験をもとにですね、お答えしたいと思いますので、気軽にコメント欄などにご連絡いただければと思います。そちらもぜひよろしくお願いいたします。結構ですね、いろんなホームページとか、情報とかはあると思うんですけれども、実際にこの実体験 AGA やってみて、いいところだけじゃなくて気をつけることとか、体に起きた変化、そして言いづらい副作用っていうのあると思うんですけれども、そちらもですね、私の体験をもとに今回ご紹介してみたんですよね。そういったところがですね、クリニックから直接聞けないとか、いいことばっかり言う広告や載ってないっていうことがありますので、皆さんもですね、試される時にはこういったのをですね、把握した上で試されるといいんじゃないかなと思いました。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。引き続きですね、車の見学試乗もやっていきますし、 AGA のですね、今海外産のものを試し続けていますので、1年経った、そして1年以上経過した状態もレポートしていきたいと思います。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。それでは引き続きよろしくお願いいたします。今回ご視聴いただきましてありがとうございました。皆さんも良いカーライフと良い育毛ライフを。